皆さんこんにちは。アムトランスチャンネルです。今回は音の伝導子エピソード3エンジニアリングについてパート3ターンテーブルやキャビネットを含めた LP プレイヤー全体のお話をしていきます。草薙社長、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。今回は前回に引き続き LP プレイヤーのターンテーブルとキャビネットについてお話ししたいと思います。前回はこのカートリッジとトーンアームについてお話ししました。一瞬矛盾するようなことを要求されるカートリッジとトーンアームですけど、それともう一つ大事な要素としては、レコード盤を一定速度で回すターンテーブルと駆動のためのモーターが重要な要素の一つです。で、ターンテーブルはどういう役割をするかというと、レコード盤をここに載せてできる限りしっかりとレコード盤を保持する。しかもこのターンテーブルは自らはできるだけ振動しないと、回っているんですけど、できるだけ振動しなくて安定した速度で回ることが必要です。安定した速度で回るには慣性力というものが必要になってきます。モーターで十分補えない慣性の力をターンテーブル自体が慣性力を持ちたいわけです。そうするとどういうことかっていうと、これがかなり重たいものでできた方が有利だということです。右にありますのはターンテーブルが真鍮できて非常に重たいものです。で、これはそれに比べるとアルミニウムのできていますから軽い方になりますけど、それをどうやって補うかっていうと、ターンテーブルを外すと中はこのようになっています。それでここがモーターになっています。モーターがこれ回ってるのは分かるかと思いますけど、ここがモーターの軸から来た回転部分です。で、それをこのアイドラーっていうゴムがその回転を受けてここでまた回ります。アイドラーがこのターンテーブルの内側にくっついてターンテーブルそのものを回すというふうになっています。で、そのターンテーブルを支えるのはこのシャフトということになります。このシャフトもガタがあったりなんかしたら非常に具合悪い、前にお話ししましたけど、ガタがないことが必要です。ですからこれもしっかりと軸受けと軸シャフトにから構成される構造になっています。実はこのモーターが回ってるということはどういうことかというと、モーターそのものが振動を出しています。で、その振動がこういうベースを通じてシャフトを通じてターンテーブルに振動がいって、ターンテーブルに乗っかっているカートリッジの針がその音を拾うということになりかねません。ですから作る側としてはできるだけモーターの振動をターンテーブルに伝えないように、ないしはモーターの振動をこういうキャビネットに伝えないように作らなきゃいけないんです。で、これはどういうふうにしてやってるかっていうと、これ見てお分かりのようにこのモーターは宙に浮いた状態になっています。フローティング構造で作られています。リジッドに固定してあるんじゃなくて、ある種のゴムダンパーを介してこのモーターを支えています。ですから振動してもそのゴムダンパーのところで振動が吸収されて、ターンテーブルこういう筐体に振動がいかないように一応作られています。なおかつターンテーブルに行くときにこのアイドラを介してやりますが、これも一種のダンパーになりますから、回転そのものの振動をターンテーブルにできるだけ与えないようにというふうになっています。もう一つ、このシャフトがやわですとターンテーブルそのものが振動しますから、それをできるだけしないように
この軸受けとシャフトは非常にしっかりと精度よく作る必要があります。なおかつスムーズに回る必要があるわけです。そうやって初めてターンテーブルが回ってターンテーブルの上に乗っかったレコード盤の溝をカートリッジが拾っていくという仕組みになるわけです。でここにおいてもやはりアームの時もそうでしたけど、ガタが許されません。できるだけガタがないように作るということが必要です。でモーターの振動をそうやって一応止めてありますけど、そのモーターの振動がこのキャビネットにも来ないようにやっぱり工夫する必要があるわけです。ですからモーターをフローティングにして、なおかつこれを少しダンパーを通じてこのキャビネットに取り付けるということになります。モーターが振動体ですから、その振動を外に出さないという工夫が必要です。さらにスピーカーが音を出しますから、そのスピーカーの音圧っていうのは結構な圧がありますんで、こういうキャビネット、それからラック、そういうところに振動をある程度与えます。その時にカートリッジの針がそういう振動を拾わないようにする工夫が必要です。一般的にそれをキャンセルするために2つの構造があります。一つは軟構造、重構造といいますかね、柔らかい構造でターンテーブルとかこれをフローティングにして常に振動から浮いたような状態にするという柔らかい構造で作る方法が一つ。もう一つは合構造といいまして、その重量とか構造をしっかり作って、重量を重くして構造をしっかり作って、できるだけ振動を受ける量を少なくするという非常にリジッドにものを作る方式、この2通りがあります。ここにあるのは両方とも合構造で一応できています。で家庭用の比較的安いプレイヤーですと、ターンテーブルそのものとアームが一つの板の上に乗っかって、それがふわ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 としてフローティング構造になってて、外からの振動を受けないように、作られたものもあります。LP プレイヤーっていうのはカートリッジ、トーンアーム、ターンテーブル、それからキャビネット、それから言い忘れましたけど、このターンテーブルはアイドラを返して今この場合は回ってますけど、それでもワウフラッターと称する揺らぎがあるわけです。その揺らぎをできるだけ少なくするためにターンテーブルを重く作って、慣性力、回る力を利用して慣性力を発生させて、わずかなその揺れを出さないような工夫、そういうことをターンテーブルに要求することが必要になります。でそういうものを比較的きちんと作って LP プレイヤーとして構成すると、 CD では味わえないような非常に地に足がついたような安定した音が得られます。ですからいまだに LP を信奉する人も非常に多くいらっしゃいます。一度その視聴していただいて CD プレイヤーと LP の音を比較していただくとお分かりかと思います。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。